こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、第2目標までクリアして、ようやく地上に戻ってきたところまでです。タイトルの趣旨の、地上禁止という縛りはこれにて終了です。まずは、このおっかない人工落とし穴を塞ぎましょうか。落ちたら岩盤までまっしぐらだものね。そういえば確か、洞窟で止まっている穴が一箇所ありました。その穴ならひょっとしたら落ちても落下しないかも。爆破死したところね。まあしかし、いい天気に恵まれてよかったです。何気に跳躍力がまだ効いてます。ここまでビーコン届くんですね。うおー。昼にクリーパーいるの忘れてました。地上は地下より危険のようです。なんか体がふわふわして気持ち悪いです。さて、遠くを眺めてみましょうか。タタン、タタンって。どうもブロック2段分以上ジャンプしているようです。普通よね。普通ですね。普通さを確認したとこで、さて、とりあえず当面の目標なんですが、残された目標は全実績解除だけです。やりやすいものからこなしていこうと思います。地下で解除できる実績はサクサク進めていけると思います。問題になりそうなのは 1.7.2 で追加された実績ですね。それらはまだ初見プレイなので、戸惑うこともあるかもしれません。一応下調べはしているのよね。ざっとは目を通していますが、細かいところはプレイしながら補っていこうと思います。それにしても、ビーコンの光が手強すぎるんですけど。一体何をやろうとしてるの？はしごが余ってしまったもので、ついでに見張らせる塔を作ろうかと。まあ後でやります。先に危険な穴に蓋しましょうか。違った。とりあえず、夜になるまで待ってベッドを使いたいんですよ。いろいろ行動するのはそれからで、それまでは時間潰しも兼ねて安全確保です。そこが見えないですね。やっぱり覗き込んでみたくなるわね。ところで、まだタイトルが地上なんてなかった、のままなんだけど、いいの？副タイトルだって、もう風車型ブランチマイニングとか関係ないし。気にしてはいるんですけど、ややこしいのでそのままにしました。気にしてはいるんだ。それにしても、直下堀の跡が結構まばらに点在してますね。リスポーン場所は、どういう風に決まっているんでしょうか。純粋に単純にランダムってわけでもなさそうよね。あと、前回密かに気づいたのですが、もし私がプレイが上手かったら、ビーコン起動できなかったんじゃないかと思います。ビーコン起動するのは、どうも空が見える場所でないとならないようなんですが、空が見える場所で直下掘りしたのは、何度か死んでようやくなんですよね。つまり、テリーが下手でなかったら地下で空が見える場所を確保できなかったわけね。下手でよかったわね、下手で。よかったです。さて、多分これが最後の穴です。ようやく地上の安全確保までできました。一応周辺を回ってみたのですが、大丈夫のようです。そういえば、最初のスポーン地点はどこでしたっけ？あった。この土ですね。100時間以上前に掘った、最初の土です。いつの間に草ブロックになっているわね。ちなみにこの土ブロック、本当は葉っぱにひっつけるつもりなかったんですよ。当時は投げる操作を忘れてたので、仕方なくまあいいや、という感じでした。蓋をした穴は、目立つように松明を置いておきました。塔の方も、はしごが届く位置まで修正。見晴らし悪くなりましたけど、はしごがないのでこのまま放置です。まだ日が落ちないですね。時計を作っておきましょうか。
日の入りまであと少しですね。さてここらで、今の実績を確認します。木を手に入れる、が獲得前です。獲得済みなのは、所持品の確認だけですね。とりあえず序盤は原木入手、作業台作成、木製道具3つ作成のはずです。実績をまじまじ見たの初めてなんですけど、実績は最初から全部書いてあるわけではないんですね。進めるごとに情報が増えていくようで、ダイヤ入手の実績もまだ未表示ですね。方位磁石で中心点を確認してみたら、ビーコンのすぐ脇でした。そういえば、地上への出口付近に直下堀の跡が固まってましたね。方位磁石の中心点付近にリスポーンしやすいのでしょうか。ビーコンのある直下堀の跡は、途中で洞窟を掘り当ててました。この洞窟も塞いでおきましょう。地上で方位磁石の中心を確認したら、この場所でした。これで、地図を作る前に遠出しやすくなりますね。さて、日が落ちてきたのでおやすみなさいします。おはようございます。早いわね。さてそれでは、記念すべき最初の地上資源回収を行います。このワールドに降り立って、すぐ脇にあった木にしましょうか。いや、やっぱり土ブロックのついた木からにします。なんか手をつけちゃいけない気がするんですが。さっさとやる。おー、謎の罪悪感。ついに原木取ってしまいました。ついに自然破壊に手を染めたわね。でもせめて、木の葉っぱが壊れないよう下から入手しました。ゲーム始めて109時間ぶりに実績2つ目獲得です。さて次は作業台ですね。すでに作ってある作業台を、ポイして拾ったら解除できたりして。ダメみたいです。では設置した時にとか。ダメですね。素直に作っちゃえばいいのに。無駄なものはあまり作りたくないんですよ。作らなくてよければそれに越したことないです。とりあえず唯一の地上物は保管しておきます。廃校で手にした木材から使わないともったいないお化けが出ますからね。お化けが出るなら仕方がないわね。これで3つ目の実績である、土台作りまで解除しました。さて次なんですが、3つの木製の道具がなかなか覚えにくいんですよ。ほとんど使わないものだものね。クワと、剣、それにツルハシですね。まずはクワ。木のツルハシ。で、木の剣ですね。さて、これでだいぶ広がってきました。石のツルハシかな。こっちはかまど。どんどん進むわね。でも、簡単な実績の解除は少し面倒です。もう一手間くらいあるものの方がやる気が出るんですけど。さて次は、鉄の精錬と魚を焼く実績ですね。ということは魚釣るの？いえ、なぜか生魚が一つだけ保管されてます。4ヶ月前の私が、今日のためにきちんと保管してくれていたようです。鉄鉱石は廃鉱拠点に保管してたのを使います。実績解除にはこういう一手間欲しいですね。魚はこんがり焼き上がりました。鉄もこんがり焼けてます。さて次は何やろう？トロッコは後回しで、ダイヤにしましょうか。ダ
ダイヤは投げて拾えば解除されるんですよね。違うし。相変わらず時々操作間違うわね。よし、OK です。さて次ですね。お、新しい実績ですね。他のプレイヤーにダイヤを投げると書いてます。マルチじゃないとダメってこと？いえ、確かゾンビで代用できるんだったと思います。でもひょっとして、投げる相手は鶏でもよかったりしませんか？ダメでした。つまり、鶏は他のプレイヤーではなかったのね。といったところで今回はここまでで、次回も引き続き実績をこなしていきます。ではまたね。バイバイ。